私は今、ギリシャの首都アテネのアクロポリスの近くにあります、アンシェントアゴラ、古代アゴラという意味ですが、の入り口に来ております。アゴラというのは、古代ギリシャで人々が集まる場所という意味だそうで、都市国家の中での人々が集まる、広場のような場所を指すんだろうと思います。商店だったり、あと政治や文化なんかの交流の場所として栄えたところです。今日はここアンシェントアゴラを散策してみたいと思います。アクロポリス同様、おそらく日曜日だからだと思うんですけども、入場無料でした。普段は8ユーロほど取られるところなので、やはりラッキーですね。では早速回ってみたいと思います。こちらの非常に大きな建物ですね、アクロポリスからもよく見えていたものです。気になっていましたので、そばまで寄ってみます。正面上の方ですねにアクロポリスがよく見えます。この建物ですね、ここから中に入れるようですので、入ってみたいと思います。柱外壁は大理石ですが、梁の部分については木製のようですね。太い梁が何本も通っています。奥行きで言いますとどうでしょう、100メートルぐらいはありますでしょうか。大きな建物です。内部は博物館になっているようですね。これも入場無料に含まれるようで、非常に今日はラッキーですね。受付の人に聞きますと、ビデオカメラは大丈夫ということでしたので、撮影を続けます。古代ギリシャ時代の土器ですねがたくさん展示されています。古代ギリシャ時代の兵士の武具ですね。これは剣と、あとこれは防具を示しているような気がします。おそらくこういった土器もこの辺りから出土したものだと思います。こちらはフッキングデバイスと書いてありますので、調理器具ですね。大きな壺のように見えますが、お鍋として使われてたみたいですね。こちらもおそらくそうでしょう。これは少年の顔を形取った水差しですね。では先に進みたいと思います。反対側の端に来ました。おそらく2階にも上がれると思いますので、ちょっと探して上がってみたいと思います。
係の人に階段はどこですかと聞きますと、クローズドですと言われてしまいましたので、残念ですが下から眺めたいと思います。さっきの建物を出まして、順路に沿って回っていきたいと思います。先ほども言いましたけども、このアゴラというのは古代ギリシャの都市国家の中でも特に人々が集まる集会施設のような広場のようなそんなところだったみたいですね。こちらに古い教会がありますね。前に回ってきましたが、入り口は閉められていますね。中には入れないようです。これも歴史感たっぷりの古い教会ですね。アンシエントアゴラの前景がここから見えます。どうでしょうか。野球のグラウンド一面よりかは大きいですね。1.5 倍から2倍ぐらいの広さっていうところだと思います。結構広いです。人々が集まって見学をしている場所がありましたので、ちょっと行ってみたいと思います。この辺り一帯はステートプリズンということなので、国の刑務所があったところのようですね。独房もしくは牢屋の仕切りの基礎になっていたと思われる石が、縦横に並んでいますので、その名残だと思います。アゴラとは冒頭申しましたが、人が集まる場所という意味で、商店があったり、政治や文化の場所ということではありますが、この川の上に神殿のようなものがありましたので、おそらくここから行けると思うので上がっていきたいと思います。この先に神殿が見えてきましたので進みたいと思います。ここからもアンシエントアゴラがよく見渡せます。正面が先ほど入った2階建ての大きな博物館の入っている建物ですね。神殿ですねに着きました。パルテノン神殿よりかはだいぶ小ぶりではありますけれども、モルタルでの修復跡が全くありません。非常に綺麗な形で残っているように見えます。大きさで言いますと、短手の方が15メートルぐらいでしょうか。で、長手の方が40メートルぐらいでしょうか。パルテノン神殿の半分ぐらいでしょうかね、ちょっと感覚的に。高さは10メートルはなさそうです。ただ保存状態がいいみたいで、ほとんど修復跡がないですね。ぐるっと一回りしてみたいと思います。ひさしの裏側、軒天って言いますけども、軒天の部分ですね、ちょっと黒ずんでます。おそらく旅だと思いますけれども、しかし崩れてるところもなさそうで、非常に保存状態は何回も言いますが良さそうですね。ではこちらの神殿の丘を降りていきたいと思います。丘を降りてきました。
この辺りがこのアゴラのセンターになる部分でしょうね。いくつかの構造物の遺構があります。中央部分を少し歩いてみたいと思います。この辺りがメインストリートだったような感じの雰囲気ですね。ちょっと読み方が難しいんですけども、ここはニューボールテリオンでしょうか、プロピロンと書いてありますけれども、説明書きによりますと、ここはミーティングプレイスということで、会合なんかが開かれていた場所の跡地のようですね。まさに、アゴラの役割の中心的な建物があったように思います。今は土台の部分、基礎の部分しかありませんけれども、当時はいくつもの立派な建物が立ち並んで、にぎわっていたんだろうと思います。正面に説明書きがありまして、ウォータークロックと書いてありますので、当時のこれ水時計のようですね。どこをどのように水を流して時間を計ったのかは全く見当がつきませんが、水時計の遺構のようです。先ほどの丘の上の神殿がきれいに見えます。ここは彫像が3つ立ってますね。おそらく昔は4本だったんでしょうけども、説明書きによりますと、オレイオン・オブ・アグリパという建物で、読んでみますと、当時のミュージカルパフォーマンス、歌劇の劇場のような建物があったようですね。劇場ということになりますと、そういえばという感じのこの立派な彫像ですね。当時はここにももう1本彫像があって4本で、この真ん中あたりから劇場に入っていくようなイメージだったんだと思います。あるいはここが演者のためのスペースで、ひな壇上に奥に向かって上がってますので、あちら側が観客席だったのかもしれません。一通りアンシエントアゴラを回ってみました。非常にたくさんの遺構がありまして、しかも丁寧に一つ一つに説明書きと名称のパネルがあります。どこの観光地でもそうなのかもしれませんけども、説明書きも比較的分かりやすく書かれてまして、非常によく分かる内容の見学だったと思います。今日はギリシャの首都アテネにありますアンシエントアゴラを散策してみました。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。